今回の動画については、最近 SNS で話題になったらしく、共同通信が発表してるんですけど、中国の一般女性が、なんと沖縄、日本の領土の島を買ってしまったっていう話が出てる話題になってるんですけど。そこって、はい。重要なところなんですか？沖縄県の場所的には伊是名村にある屋那覇島という小さい島らしいんですけど、今尖閣諸島とかいろいろ問題起きてるじゃないですか。そこの日本が守る領土の近く一線上にあるとは共同通信の方のニュースかなんかで見たんですけど、それは、はい、まず問題なのが、日本の国防のその範囲で、あるところに外国資本の方が購入できるっていうところに規制を入れないと、そこにじゃあ例えば買ったから、ここが自分の土地だと、そういうことになると、日本の国益を失いかねる状態になっちゃうっていうことじゃないですか。例えばよくマンションを買うとか土地家を買うとかだったらまだわかるんですけど、島の一部を売っちゃうとかって本当にもしかしたら危険かもしれないし。これあれなんですか、その、家主っていうかその地主だった方は、そういうことを考えないんですかね。どうなんでしょうね。ちょっと僕もその辺までは分からないけど、それも問題ですよね。だからそこのところをやっぱ国が買い上げて、やはりそういう重要拠点のところを守らないと、国益を失うことになりますよね。あともしかしたら、あくまでも可能性なんですけど、一応そのニュースの記事の方では一般の中国人の女性っていう風になってるんだけど、で最終的にはその目的なものは観光地にしたいっていう形では名目になってるんだけど、もしかしたら実際わからないですよね。疑っちゃいけないかもしれないけど、政府かなんかのスパイだったりとかしてそういう名目で購入しといて、後で何かしらまた違う策略というか陰謀だったりとか、例えばじゃあそこにミサイルが撃てる基地を作っちゃったりとかしたら、もしかしたら考えすぎかもしれないけど、そういうのって絶対ないと言い切れないじゃないですか。ないとは言い切れないし、基本的にそういうことが起きないようにするのが、やはりこの日本政府のやらなきゃいけないことであって、早急に国会議員の皆さん、法律を改正して、そういうところを変えないようにしていかないと、今後こういうことが出てきますよ。今の日本って正直言ったら僕思うのは、国力がもう衰えてると思うんですよ。経済大国第3位って言ってますけど、事実上で言ったらもう5位や6位どこじゃないと僕は実感してるんですよね。なぜなら、例えば食べ物なんかにしたってそうですけど、もうめちゃくちゃ安いじゃないですか。海外の人たちから比べたら。だから観光に来て食べて帰る。これも一つの国力が低下してるから、みんな観光客が来るわけですよね。ってことは土地ももしかしたら買い漁って、そのうち日本じゃなくなっちゃう可能性だって出てきちゃいますよね。たまにニュースちらっと僕も見ますけど、日本の政府ってやたら防衛だったりとか、真剣にもっと考えなきゃいけない、これからその防衛に対して力を入れるんで、例えばじゃあどこからその資金をじゃあ捻出するかとか税金からやるかとかって今話になってるじゃないですか。いや、僕これちょっと言っていいですか。まずステルス戦闘機っていうのを買うのは僕の中では間抜けだと思ってて、例えば基地に置きますよね。その基地に逆に中国のミサイルとか北朝鮮のミサイルが届く範囲だったら、一気に200何億するステルス戦闘機が全滅しちゃう可能性があるわけじゃないですか。ミサイル何発かで。そうなるとおもちゃでしかないですよね。本当に守るんであればミサイルの開発をして、逆に戦闘機じゃなくてもっと違う方向性に変えていかないと、もう戦闘機の時代じゃないと思うんですよ。正直言って今回ウクライナの戦争でも見てて思うのが、ドローンを使ったりとか戦争のやり方がもう変わってますよね。昔の戦争はもちろん飛行機で制空権を奪ってっていうところだったんですけど、今は多分ちょっと違うと思うんですよ。確かに。ただそのミサイルがね、全部が全部いいか悪いか、いろんな賛否両論だと思うんで、あれですけど、今更例えばじゃあ今の時代にじゃあ戦闘機があれば、じゃあ何か攻撃されても
優劣になれるのかって全然違うからね、もう本当にやっぱり時代が全然違うんで、もうちょっとそこに資金をね、大金を、ね、税金を投入するんだったら、もうちょっと違う方向性で考えてほしいところありますよね。要するに、まあ、一番この基本的な考え方、安価で効率が良くて、要するに結果が望めるところですよ。それを何かっていうのを考えたときに、まず人件費がかからない、メンテナンスがいらないとかいろいろあるわけじゃないですか。そういうのを考えて、もうちょっと知恵を絞ってやらないと、税金だけこう垂れ流して予算だけ組んで言いなりで買って、それでこう満足してるっていう、そういうんだとこのお金のツケっていうのは未来の子供たちに回っていくわけじゃないですか。こんなことやってても正直先がないと思うんですよね。軍備がしっかりしてない国っていうのは発言権が弱いじゃないですか。要するに日本っていうのは、まあ、正直言って敗戦国ですよ。なので国連の常任理事国にもなれないし、お金だけ出してるっていう、単純に何やってんのかよくわかんないじゃないですか、僕らからしたら。そのお金出して何かを得られてるんであればいいけど、官僚の方が向こうのどっか行った時にでかい面できるだけであって、僕らに何のメリットもないし、そんなのは何とも思ってないんですよ、相手は。そこでじゃあ今度の防衛の問題に関して思うのが、まず安価で結果が残せる兵器っていうのは何かっていうのを考えて、慎重に議論していくべきだと僕は思いますね。まあそれとあと思ったので、もう一回話戻しますけど、これからじゃあどういう防衛をしていくか、じゃあどういうところに資金を投げていくかっていう話もあれなんだけれども、むしろ今回のこの事例でしたっけ、中国の一般の女性がその沖縄の土地を小さい島ですけど買うっていうことに対して何かしらもうちょっと規制をするとか、例えばいろんなリスクを考えて観光目的の将来的にも観光ができればいいんだけど、もし逆にそれが違かった場合、対策っていうかそれを考えた方がいいかもしれないですよね。これは僕らの力どうしようもないんで、政治家の皆さんに頑張ってもらって、法律を変えてもらって、そういった場合は売買できない法律を作るとか、規制をかけていくとか、そういう形をしていかないと、例えばそこの島から、じゃあ機密のあるその沖縄の基地を監視することもできるかもしれないじゃないですか。そうするとそこにせっかく基地を作っても丸見えになっちゃうと、意味ないですよね。意味ないですよね。そういうのも含めて、しっかりとそういう要素があることは全部排除していって、ただ単に予算組んでお願いしますばっかじゃなくて、そういうところをきっちりしてもらいたいなと思いますけどね。そうですね。だから今僕なんかふと思ったのが、ね、今さっきも言いましたけど、観光目的の観光地を作るための土地、不動産購入だっていう風になってるわけじゃないですか。それが今後利用が変わってきた場合の明らかに危険な、例えばじゃあそこになんかちょっとミサイルの基地らしきものができたとか見たときに、政府が自動的に募集できるような仕組みとか、システムっていうんですかね、政策を変えていくっていうのも一つの手かもしれないですよね。だからそれはもうやっぱり法律で、そういうところは売買できないとか、目的がそう場合には没収できるとか、規制していくしかないですよね。そのうちあれですよね、日本の領土がなくなっちゃう。いや今実際本当に北海道とかもあちこちの中国の方がなんか結構不動産購入とかしたりとかしてて、いや北海道のニセコなんかほとんど海外の資本が多いらしいですよ。でなんか他のニュース、記事なんですけど見たらもう海外資本がほとんど入ってて、で逆に仕事をさせるのに日本人は使わないっていうふうに言って若干問題になってる記事が載ってたんですけど、それだけど僕思うのが、多分日本人は使いたくないっていうんじゃなくて、語学力がやっぱり海外に比べると乏しいわけですよ。他の国っていうのは結構英語が話せて、例えばベトナム語が話せて、フランス語が話せるとか3カ国語ぐらい話せる人たちが多いんですけど、日本って英語すら話せないじゃないですか。これはなぜこういう風になってるのかって言ったら、根本的にやっぱり英語の授業が楽しくないわけですよ。要するにコミュニケーションを取るために英語をやってんだけど、日本ってなんか文法ばっかこう詰め込んでやるじゃないですか。もうちょっとカリキュラムを変えていって、もうちょっとみんなが使える英語とかにしていかないと、その仕事に関してはやっぱり海外の人とコミュニケーションが取れなかったら、雇ってる方からしてもきついですよね。時給払って言葉が通じない、お願いしますお願いしますばっかだと困るから、やっぱりそういう面もあるんじゃないですかね。わかんないですけど、なんか一応今回ちょっとそのニュースの記事があるので読み上げてみますね。ある方は、こんな時期に中国人に土地を売った売国するやつは一体誰だ。台湾有事の際、中国海軍が上陸してきたら
ひとたまりもないぞ。日本の領土を外国人に売ることがおかしい。北海道もたくさん中国人買っている。日本もそのうち中国の土地になる戦略が見える。日本の法律で外国人に売れないと決めたりしない限りはどうにもならなそう。リゾート開発か交通の便まで考えないといけないよな。そこまで含めて開発するのであれば結構な投資してくることになるから村民みんな喜ぶだろうけど、外国の方が簡単に土地を買えるのは問題だな。これだけ皆さんの意見が一致してるのは、やっぱりこのまんまだとまずいと。要するに外国資本が入ってきて、そこの場合が重要拠点であればあるほど、やはりそこの売り買いはできないっていう法律を作っていかないと、今後こういうことがもっと起きると思うんですよ。まあそうですね。また多分ね、他の方も真似するじゃないけど、じゃあ私もっていう形でなんかそういったね、この場所でも購入したくなる人たちはいるかもしれないですね。金さえ出せば何でも買えるっていう風になっちゃうと、結局日本の社会の仕組みとか調和とかいろいろあると思うんですけど、その文化ができない人間が例えばじゃあ仮にビルのオーナーになりました、そうするとやり方も違うし、その海外のやり方と日本人のそのやり方っていうのは違うから、多分トラブルになると思うんですよね。だからそういうのも含めて日本の国籍を持ってない方は取得できないとか、そういう感じにしていかないと国益に反しますよねって僕は思いますけど、まあ、国益と防衛ですよね。そうです。やっぱり防衛って言ってんだから、やっぱりその両方をちゃんと管理してやっぱりやんないと、ちょっと間違えたら何が起きるかわからない状況になりますよね。そうなんですよ。日本っていうのはこう自分のところに火がつかないとやらないんですけど、それ火のつく前にある程度そういう対策っていうのは考えていかないと、予防ですよね。予防はしていかないと、今回のあれもそうだったじゃないですか、コロナワクチンも廃棄が多かったりとか、ああいうのも冷蔵庫の線が抜けてたとか、ああいうのもそうなんですけど、結局脇が甘いんですよね。税金使ってやってんのに2000人分が廃棄されたとか5000人分がダメだったとかよくニュースで言ってますけど、じゃああれって誰が責任取ってんだって僕は思いますよね。思いません？あれ税金ですからね。そうですね、確かに。そこでじゃあその失敗したことに関して何かこう対策があったり、まあそのやり方を変えてみたりっていうところが柔軟じゃないじゃないですか。例えばじゃあ予約がなくても廃棄するぐらいだったらどんどん打った方がいいから北中に打たしちゃうとか、そういうのを捨てるぐらいだったらそっちの方がまだ良かったわけですよ。予約の番号がないと打てないとか、そういう疾患がないと打てないとかいうそういう感じだったじゃないですか。だけど捨てるよりは僕打った方がまだいいと思うんですよね。だからそういうのもまあ捨てるんだったらね、そう無駄にするわけですからね。そう逆に打ちたい人とね、その残ってるそのニーズを合わせて、まあ、もちろん全員が全員打てっていう言ってるわけではなく、やっぱり打ちたい人っていう人も希望者もいるわけじゃないですか。そうです。その人たちに対してのその需要と供給じゃないけどマッチングをうまくもうちょっとスムーズにできればよかったかなっていうのは思いますよね。だからこの問題もだから実は同じようなもんじゃないですか。だからこういうことが起きるっていうふうに分かってても、その法律を変えようとしない政治家、なんていうんですかね、人気取りのことばっかやって、こういう大事なことに対して目を向けない。それでなんかこうコメントを求められると、なんか逃げ腰の、あんまり当たり障りのないなんかコメント返してくる。それだと本当の意味で日本っていうのは良くならないですよね。やっぱり政治家の人たちでももっと親身に考えて、それこそ総理大臣の方たちも大事な問題ですよね、これって。だから即座に取り組んで早急に対処をしてもらえるとありがたいですよね。国民の人たちもみんなね安心すると思うし。そうですね、知的財産を守るのが国ですからね、それをやっぱり守れないってことになると、なんでこんな高い税金払っていなきゃいけないんだっていう話になりますからね、当然。まあ、本当にみんなで日本を復活させるように、そうですよ、取り戻しましょう、元気に。頑張りましょう。この動画の下に概要欄もあるので、よかったら見てください。見てください。今回の内容の動画が良かったと思った方は、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。